目覚めた地球人へ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。多くのパワーをいただいて見ていただける動画を作ることが楽しいです。心から感謝します。今日は自動思考と言われる左脳思考は体とのバランスを崩して無意識に体を緊張させる。この思考は病気と勘違いすることにつながりますので、緊張すると体が動かないと悩んでいる方、考える思考が止まらなくて困っている方には、辛さや苦しみを少なくする脳の使い方になると思います。これは普段から考えていることがそうじゃないといけない、こうじゃないとダメだみたいなことを自分自身で縛りを入れて自らに負荷をかけているんですね。この思考の時には背中とか首、肩にもすごい緊張で不調が起きる感じです。考えている思考で体に影響して緊張を高めてしまっているんですね。具体的な切り替え方などをお伝えしていきますので、ぜひ最後まで聞いてほしいです。この動画を見ることで目には見えないエネルギーを知ることができます。日頃から行動の地球では物質の体が健康で元気であることが重要です。心も体も食も地球人生で全てつながっています。食で精神と体の器を整えておくことで健康で元気ですぐに体を使って動くことができます。心の在り方では目の前にある興味を持ったことがあれば行動することで今の波動を変化させていくことになります。思考を変えるお手伝いをしていきたいので、いつでも出会えるようにチャンネル登録お願いいたします。この動画は私自身が毎日の感情や思考の波動で現実を作ることを実際に実験して試し続けている自分を信じてこの動画を配信しています。地球では目には見えないものは9割以上と言われています。エネルギーは波動や波長、周波数とも言われています。今回は思考をテーマにして、左脳思考は体とのバランスを崩して無意識に体を緊張させることについてお話ししていきますね。個々の考え方もありますが、この動画では私の実験、体験と様々な学問の思考の情報も踏まえて配信しています。脳のバランスを整えて快適な思考にすることになります。まず、なぜ左脳思考は体とのバランスを崩して無意識に体を緊張させるのか。病気の原因を作るのは思考から体が不具合を起こすからです。それはなぜなのか。いろいろな話をしますので長くなります。いつものように覚悟して聞いてくださいね。そもそも体は地球での大切なパートナーです。当然今、脳との連携をとって体のバランスをとって行動ができています。この体の中の存在と脳や感情と思考が全て連携していることが理解できれば、脳のコントロールができるようになるんです。実際に考える思考は話しかけてくる左脳です。感じる脳は感覚の右脳です。それぞれの使い方で私たちは動いています。普段から思考すると体が緊張しておかしいって思っている方には今日の話は参考にしてみてください。思考で病気になる、健康になることがわかります。体は脳の指令で動いています。左脳思考で体を緊張させているのはなぜなのか。今日はここを意識して聞いてほしいです。考えている思考がすごく体に影響しています。体の緊張を高めてしまっているんですね。要は何々をしないといけないとか、こうじゃないとダメ、元気そうにしないといけないとか、自身で自己暗示を入れて自らが負荷をかけちゃっているんです。こうじゃないといけない、こうじゃないとダメって、これってどうですか？やっぱりちょっと苦しいですよね。考える苦しい思考は力が入る感じになると思うんです。しなければならない、するべき論は完璧主義でもありますし、自己暗示で自分を縛るような状態ってやっぱり本当に今までの教育の賜物っていうか洗脳なのかもしれないんですよね。シンプルに全て脳で何を思考しているのかによって現実が変わってきます。こうじゃないといけない、こうじゃないとダメって自身で自己暗示を入れて自らが負荷をかけてる。実はこの考え方自体が体を緊張させてしまうんです。
自らを苦しめてしまうことになるんですよね。この思考はすごいネガティブなんですよ。こうじゃないとダメってきてるもんだからできなかったらって、もうご存知の通り自己肯定感が下がっていきますよね。もう左脳がさらに負のストーリーを描いてスパイラルにどんどん陥っていくので、もうよろしくないんですよね。例えばコップに水を入れたりしますよね。その時に試してほしいんですっていうか経験あるかもしれません。こぼさないように、こぼしたらダメだって考えて思考すると緊張して余計こぼしてしまうってことありませんか？私はあるんです。思考が体を緊張させるってことですよね。昭和世代とか親の世代、そういう教育で小さい時からこうじゃないとダメとかできなきゃいけませんとか何かと制限のある教育をされていました。自分でも縛ることをしていた。この考え方をしてしまう方は多いって思うんです。脳の思考からできた現実は今の選択によって決まります。今見ている現実を変えたければ見る方向を変えて体を使って行動すればいいだけなんです。例えば風邪をひいちゃいけないんだ、そうじゃなくて元気に過ごせるように手洗いをしてしっかり寝ようとか、健康に見せないと仕事にならないじゃなくて健康で過ごせるように食事とか運動に気をつけていこうとかみたいな感じで、こうじゃないといけないとかしないとダメっていう言葉を言い換えるだけでもポジティブに働くと思うんです。具体的な動きになってくるので、体にも心にも建設的な考え方になってきます。言葉を変えてみたらどうでしょうか。それだけで自己安全になってくるので、無意識のうちに変わってくると思うんです。言葉を変えてみるといいんじゃないかなって思います。今見ている現実は少し前に思考して体を使って行動して作り出したものなんですから、普段考える思考、この考え方の傾向があるから体の不調が出ていると感じている方は、言葉を変えてみて試してみてもいいですよね。左脳の思考は常に意識の注意を引くような刺激を出しているんです。それこそが頭の中の独り言です。言葉による思考なんです。止めようとしても止まらないので、自動思考と呼ばれていますよね。自動思考が出てこないような言葉を使う。どういう言葉に置き換えたらいいのか。それは波動の軽い言葉のエネルギーを使うことをお勧めします。今までの経験体感してきたことは全て望んだことで選んで体験してきたことです。この動画を見ている時点でこの悩みの解決や人生の見つけ方を知ることに近づいています。ここでお伝えしたいことは脳の仕組み、からくりを知ることです。意識が、思考がぐるぐるすると左脳のこの回路に栄養が運ばれていくんです。栄養を取るためにもっと考えさせる。こんな感じが左脳です。ほとんどの人は意識が左脳にいてぐるぐる思考にずっと考えさせられているんです。反対の右脳につながると幸福感に包まれる回路があるんですよ。左脳は人間社会で生き抜くための脳です。言葉と過去の記憶や未来の予想が得意なんです。反対側の右脳はもっと昔の大自然の中で生き抜いてきた脳です。油断をすると獣や敵に襲われる状況の中でこの瞬間感じられることに完全集中する脳なんです。右脳と左脳は特徴が違います。人間関係を作る左脳に意識がいると自動思考を生み出し、言葉による思考を続けます。意識が右脳にシフトすれば幸せ回路につながることができますが、左脳に捕まると離れることが難しいんです。左脳から右脳にシフトするのはそう簡単にはいかないんです。簡単に言うと、左脳を使う社会で今生きているからです。学校や仕事で使うほとんど目にするもの、左脳を刺激します。つまり外側に左脳ばかりを使うものがあって、右脳を使わないから脳のアンバランスを起こしているということです。問題は左脳思考のぐるぐるがある限り、意識は簡単に左脳過剰になるんです。これが最後にお話しする悩みの原因につながっていくことになります。逆に言うと思考のぐるぐる思考を止めれば右脳の方に切り替わっていくということです。今までの古い概念や思い込みを外していく、新しい考え方も取り入れていくことで望む人生に向かっていきます。
地球人の目的は、この地球で決めているテーマを達成することです。決めてきた課題をやり尽くすのに、ちょうどいいタイミングにこの健康で有限な命を意識し始めることで、自然とモチベーションがアップします。自然に自信が出てきます。もしかしたらこの課題が地球での目的の一つで、克服したその先に本当のテーマや使命があるかもしれません。ここでまとめです。とても基本的なことですが、思考も言葉もエネルギーです。脳を使って現実を変えていくことができるんですよ。あなたは今、どのような症状で悩んでいますか？後からいろんな症状を話していきます。これに共通しているのは、病院の検査ではほとんど異常が認められないという症状です。体には何も異常がなく、症状だけがある。原因がわかりません。原因がわからないということは、症状を抑えるだけしかできない。つまり、対処療法しかできないということなんですよね。病院の診断は、病名をつけて薬を出します。本当に重要なのは病名ではないんです。あなたに出た症状です。何に困っているのか、何に悩んでいるのか、それが重要になるんですよ。だから、症状の原因がわかれば、薬は必要なくなります。今から病院での診断で聞かれる症状を言いますね。例えば、気分が落ち込む、落ち着きがない、罪悪感を感じて自分を責めてしまう、無価値観、些細なことで不安になる、集中できない、記憶力が悪くなった、食欲がない、体がだるい、下痢や便秘、口が乾く、肩こり、頭が重く圧迫感がある、緊張する、めまいがしてくる、手足が冷えてチクチクする、急に心臓がドキドキと動悸がひどい、脈が速くなって胸が痛む、激しく体を動かしていないのに呼吸が苦しくなる、死ぬことがとんでもなく恐怖になる、突然汗をかいたり何をしても楽しくない、興味が湧かない、小さなことが気になる、些細なことで悲観的になる、人に会うのが紛らわしい、イライラして怒りっぽくなったなど、これって病院で診断される症状ですね。でもこれってよく考えてみたら、ほとんどが左脳の考えるぐるぐる思考で出る症状っぽくないですか？なんとなくネガティブな感情なのかもしれませんよね。でもそもそもなぜ悩まされているのか、原因は一体何なのかってことです。それは実は考えすぎです。脳のオーバーヒートが考えられますね。体も心も病気と言われるものは個々の体のサインです。その症状は様々なので、どういうことか簡単に説明しますね。実はこの脳の6割は熱に非常に弱いんです。熱がこもると脳は正常に働けなくなってしまいます。免疫機能も下がるんです。免疫という抵抗力です。抵抗力の機能低下の原因となるのはストレスです。ストレスに耐える能力も頭寒足熱と言われています。つまり頭が熱くなると良くないと昔から知っていたんですね。だからまずは頭を冷やすということを心がけてみるんです。では実際どうやって脳を冷却するのかってことなんですけど、これは実は呼吸で鼻を使います。って思いましたよね。初めて聞かれる方も多いかもしれません。鼻は匂いを嗅ぐ、呼吸に使う以外で脳のラジエーターみたいな脳を冷却する働きもあるんです。人間の脳の重さは体重の 2% しかありません。しかしそのエネルギーの消費は全体の 20% と言われています。つまりエネルギーの消費が多いのは熱も発生させて代謝も多いということですよね。その熱を持った脳を冷やすために実は鼻があるんです。ですから鼻は脳を冷やすためには非常に優れている構造で作られているということです。ここで当たり前の呼吸に少しアレンジを入れて紹介しようと思います。鼻から酸素を入れて吸うだけの呼吸法です。ほっぺたの頬骨の部分にはツボがあるんです。ここを軽く押さえます。ここを押すことで鼻の通りが良くなります。そしてこもった熱を冷やします。この頬骨を押して
鼻から空気を入れて吸うだけ。これを繰り返すだけなんです。何度でもできます。鼻の匂いを嗅ぐ神経はダイレクトにこの脳に直接つながっていきます。ここ数年、息を止めるような出来事がありました。考える左脳ばかりを使う社会です。病院の存在の理由などを反対にポジティブに思考としてするなら、深呼吸を常にしていれば体調も悪くなりません。右脳とのバランスを取れば病気にはなりにくい。健康なら薬はいりませんよね。このように今までの社会が変化していることに私たちはもう気づき始めているんです。今日はいつもご視聴いただいている方に応援を送りたいと思います。今、私たちは地球の変革期にいますよね。数年前から映画のような出来事も起きています。しかし、目の前に起きていることだけがあなたの本当の現実なんですよ。例えば、ニュースやテレビを見なければ、ニュースで流れるようなことを知りませんよね。なぜなら目の前にしか現実は現れないからなんです。意識を合わせたところにしか物質世界の現実はないんですよ。日本の裏側の地球で起きていることはその場所にいる人間の現実なんですよ。私たちの世代の方々はこの地球で今の時代に今の年齢でいること、それは選んできたことなんです。調和を持っている役目があると私は思っています。まずは今日確認していただきたいことは、口にした言葉。今日言葉にしたことは現実になっていませんか？言葉はエネルギーなんです。言葉で元気になることができるんですよ。ぜひ波動の軽い言葉を使って自分のことを好きになってくださいね。今を生きている心穏やかでシンプルな素晴らしい地球人は自信と向き合うことで個性を知ることができます。他者と比べる、競う、争うことは必要なく全く無意味なんです。あなたはたった一人の個性のある存在です。あなたの代わりはこの物質世界の地球には誰もいません。他者にも代わってはあげられません。なぜなら個々のテーマと目的のために生まれて地球で今を生きているからです。脳と体のバランスは思考と行動のバランスです。一致させることで悩みや不安もどんどんなくなります。健康なので病気の心配も気にならなくなると思います。この動画では今日伝えきれていないエネルギーの話や思考や感情のコントロールの話も毎回伝わりやすくするためにいろんな角度から目線を変えて作っています。この動画が役に立った、面白かった、参考になったなどあればコメントで教えていただけたら嬉しいです。これからの動画作りの参考にします。高評価していただけるととても励みになります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。心より感謝いたします。